こんにちは、コスです。今日はですね、前回も言ってたんですけど、入学前の人たちがいっぱいいるっていうことで、入学式とかで友達の作り方をちょっと伝授したいなと思って、やっぱ一番ね、友達作りっていうのが最初にして一番難関なんですけど、これから6年間とか大学生活をやっていく上で友達っていうのはね、マジで一番大事なんで、どうやって声かけたらいいのとか、どうやって友達作ればいいのみたいなのをちょっと紹介できればなと思っています。ということで今回は一人じゃなくてゲストを呼んでます。ナッツです。はい、どうもナッツです。もう1年生の時から、今までずっと同じ薬学部で戦ってきた仲間ですね。はい、そうですね。大学デビューをしろ。どうやってじゃあ友達作ればいいのっていうそうだね。話題、その入学式で、多分だけどこういう感じにもうランダムか、名簿で並ばされるわけなんですよ。一番最初行動とかでとりあえず隣の人に話しかけるっていうのがもう何も考えずに一番とりあえずベストかなって思います。じゃあどうやって話しかけるのっていう、そういう話。そうだね。ナッツならどうやって話しかける？一番一声目、第一声目こう並びました、こういう感じじゃん、入学式って。そうだね。もうめちゃくちゃ緊張してるよ、もうバッパはこういう感じで一声目ね。第一声目まず自分は薬学部だったんで、薬学部の友達が欲しいんでね。そうだね。はい。だから自分だったら何学部って聞きますね。はい、確かに。はい。唐突に聞いていいわけ、それは。唐突に急にだってさ何学部それでもいいのか、いいか別に。なんか変にかしこまっても、それはそう。あれなんか初めましてみたいな。自分もちょっとおかしいんでね、あれなんで。でも多分でもそう多少の違和感はあった方が逆にいいっていう、なんかどこから来たのとか、そんなどこ住んでたのとか、そういうのは全然いいと思いますよ。確かにもう第一声目がそれでいいよね。だから、急に隣の人にどこ出身なんですかとか、何学部とか、なんかスポーツやってたみたいな、もう初めましてとかも多分いらんぐらいラフに言った方がなりやすいかね。なんか変にこうかしこまりたらちょっと気まずいよね。入学式で隣になった人にできるだけ話しかけるっていうのと、あとはその後の多分その学部ごとであるのかな、オリエンテーションみたいな、そこでとりあえず観察をして、なんか一人ぼっちの人とかいるのかとか、髪型とかピアスとか、アクセサリーとか服装とかで、自分にちょっと趣味似てるなとか、なんかビビッとね直感で来る人もいるじゃん。でそういう人がいたらもう自分から声をかけに行く。もうすごい簡単なことから話しかけて、で声をかけた人がもしかしたら6年間一緒に戦う仲間になる可能性はめちゃくちゃ高いので、そういう感じにもう自分から声をかけていく。多分みんなね受けになってるんで、声かけたもん勝ちですね。あと何か書いてあったっけ？あとはそうだね、一人暮らしの人はあれだね。一人暮らしのそうか。やっぱ一人暮らしってやっぱ不安なんですよね。絶対不安なんで、多分ほぼ初めてだし、ほぼ初めて。そうだからそうですね。高校卒業して一人暮らし初めてなんで、やっぱ一人暮らしをしてる仲間っていうのも大事だなっていうのは思って。確かにそれはそうだわ。そうここ2人は一人暮らし同士だったんですよ、たまたま。だから今も昨日もね、夜ご飯なくて僕が焼きそば作ってもらったんですけど、そういうのもねあるもんで、そういうのばっかじゃん。だから一人暮らし同士の友達を見つけるとか、もちろん実家暮らしで暮らしてる人も一人暮らしをしてる友達がいるっていうのはめちゃくちゃでかいことなんですよ。多分それはやっていく上でわかるよね。その生活している
で何年とか、1年2年経ったらその友達いてよかったなとか思う時は多分来るから、別に無理に探す必要はないと思うんですけど、いた方が心のね安定剤っていうの、やっぱりそう一人暮らしで例えば熱出た時とか体調を壊した時とかにそういう友達が助けてくれるんですよね、やっぱり。だからそういう友達もその勉強面以外で生活面で支えてくれる友達とかもすごい大切だから、そういうことも考えながら、そうだね、最初はだから逆に言えば1年生はもう勉強せんくていいよね、友達を作るとかコミュニティを広げるっていうことに専念した方が絶対いいよね。自分ももう1年の時は勉強全然してなかったからね。最初1年生でだいぶあったよね。だいぶあったね。だけど友達がおったらテストも乗り越えれるもんで、そうだね。そうね。一番大事なのはやっぱ友達がおることだで、入学式にまずは友達をたくさん作ってください。そうですね。そういう感じで、とりあえず、結論はいろんな友達を作るっていうのと、第一声目はもうラフでかしこまらずに、とりあえず隣の人に話をかけると。そういうことだよ。そういう感じで皆さんたくさん友達作って頑張っていきましょう。お互い頑張りましょう。頑張りましょう。ありがとうございました。じゃあありがとうございました。終わります。バイバイ。ね、サッカーやってますかが第一声だったよね、確か。急に初めましてとかもなくて、なんかパーティーみたいなオリエンテーションみたいな感じで、2人、たまたま上下みたいな感じで立ってて、で後ろから急にサッカーやってましたかみたいな感じで話しかけられて、いややってないですけどみたいな感じから、多分なんか学生時代浪人の話かな。多分ナッツが僕の年は1個上なんですよ。でその時はもう全くそんなことも知らずに話してたんですけど、で急になんか浪人の話になって、1個上なんだみたいな。だからそういうこともやっぱあるわけじゃんね。薬学部って浪人生の方結構いっぱいいるんで、多分自分たちが思ってるより年下の人とか年上の人がいっぱいいるんですよ。だからそんな中でこの年上のナツくんが浪人生として入学する人とかに言ってあげて、入学したら年は関係ないからね。関係ないから。間違いないね。そう、年は関係ないから、やっぱり自分から声かけるっていうのがやっぱ大事で、そう自分から行けば向こうも話してくれるから、自分から話しかけるっていうのが大事だね。どうだった？一番最初さ、入学した時、自分より年下だと思うわけじゃん、ほぼ全員が。抵抗感っていうかさ、ガキだなみたいな。全くそういうのなかったね。もう入ったらがむしゃら。もう入ったらみんなうまくやっていかないかんから、年なんても1個違ってもそんなの俺は年のことは何も考えてなかった。もう気にせず早く友達作ろうっていうふうに俺は思ってて、結構ひたすら声かけてたみたいな感じじゃなかった？最初。そうだね。そうだよね。それで今こうやって仲良くなんか絞ってっていうか、自然とね。で1年と仲良くなったことは今でも普通に、勉強はもちろんしますけど、遊んだりもしてね、そうやって切磋琢磨して、そうだね。だからここまでやっぱ友達いなかったらここまで5年生まで来れてないからね。間違いなく来れてないよね。それはあるんで、確かに。入学式その後の立食パーティーで時間はめちゃくちゃあるんでね、友達作りを頑張ってもらいたいな。1年生
の1年間を通して自分に会う友達が多分最初はめちゃくちゃ多いんだよ。10人20人とかでいろいろ声かけて、知り合いぐらいな形になるんだけど、1年間を通してその深い友達っていうのがどんどんこうね絞られてって、でその絞られたのがもう6年間そうだねそう行くから、でこの絞られたこの精鋭たちがめちゃくちゃ大事なわけよ。そういう人たちはもう本当に大事にした方がいいっていうのはあるね本当に。でこの人たちが過去問を取ってきてくれたり、自分が取り入ってその人たちに共有したりっていうのもあるし、で結局そのもう定期試験とかは団体戦だよね。もう個人戦じゃなくてもうほぼ団体戦でそのチームで戦うみたいなイメージでもあるから、例えば友達が仮にねできなかったとして一人になっちゃったら、その団体戦 vs 自分一人みたいな、そうなっちゃうと情報戦だから情報一切入ってこなくて完全鎖国状態になっちゃって、向こうは銃で戦ってきてるのにこっちこうやって斧で戦うみたいな、そういう感じになっちゃう。それはあるねある。でも実際にもねいるっちゃいるよね。いる。友達いっぱいおった方がいいね本当に。ナッツはマジめちゃくちゃおるからね。友達めっちゃおるよ。もうだってこの人みたいな。急にさ話しかけてきたりするじゃん。先生とかもすごい仲いいし。そうだね、先生とも仲良くしたらね本当に。この前もね、ご飯に焼肉行っとったもんね。連れてってもらって。そうなんですよね。すごいよね。先生と2人で焼肉ってなかなかね俺やったことないけど、そういうね多分才能ある人はそのねおるじゃん、一定数は、友達作る時でもコミュニケーション能力こいつ高そうだなみたいな人がもし分かれば、その時にもうその人と仲良くなったら、その人一人と友達になれればめちゃくちゃもう輪が広がるじゃん。そうだからそういう人を見つけるっていうのも一つの手かな。当時は本当に、友達こんな深い友達できるとは思ってなかったくない？最初は。でも大学の友達は今後も続いてるんでね。それはなんかね、なんか年を追うごとになんか分かってくるよね。